はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミィです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは、コゾイ D2 です。コゾイといえば、少し前に出た D1 がコスパ抜群で話題になってたよね。そう、D1 は 10mm1DD 構成のエントリーモデルだった。グラフェン振動板搭載でクリアでバランスのいい爽快なサウンドが評価されていましたよね。そう。で、今回の D2 は文字通り D1 から正当進化したアップグレードモデルにあたる。一番の進化は心臓部のドライバー。はい、本格的な 2DD 構成と大理石のような美しいデザインが特徴です。日常の大理石からインスピレーションを得たデザインらしいわ。東洋の陰陽の調和や西洋のミニマリズムを象徴しているんだって。このフェイスプレートはプレミアム PVC 製で質感がとても高いんです。見た目だけじゃなくて触り心地も良さそうだね。そうなの。模様の表情が一つ一つ違うのも素敵。そして本体は微量グレードの樹脂を使っているのよ。人間工学に基づいて緻密に計算された形状で自社開発の 3D プリンティング技術で一体成形されているんだそうだ。耳にぴったりフィットしそう。軽やかでストレスのない装着感で長く聴いていられるわ。この軽さとフィット感のおかげで遮音性もかなり期待できそうだ。外の音を気にせず自分の世界に集中できるし、逆に音漏れも気にならなかったよ。中身はどんな仕組みなの？6mm のベリリウム振動板と 10mm のグラフェン複合振動板を組み合わせた贅沢なデュアルダイナミックドライバー構成だね。高価な素材のコラボですね。それプラス、デュアル磁気回路とデュアルキャビティという高度な設計で、この構造が歪みのないクリアな音と深い低音を生み出す要因なんだわ。だから力強いのに音が濁らずすっきり聞こえるんですね。バンドルケーブルも魅力的で、厳選されたプレミアムな銀メッキ単結晶銅のケーブルが使われてる。手編みされた2ピンケーブルで 3.5mm と 4.4mm のプラグ交換タイプなのが嬉しいわ。同じ質感でアンバランス接続もバランス接続も楽しめるからね。手編みの柔らかい感じ結構好き。今後常用ケーブルにしたいわ。 D2 はいろいろと豪華になっているみたいだけど、アリエクで9000円台なんだよ。ベリリウムとグラフェンの 2DD 構成、プラグ交換式ケーブルもバンドルされて9000円台は結構攻めた価格設定ですね。D2 は音の転移や空間の表現力もすごいんです。空間の表現って音がどこから聞こえるかってこと？そう、チャンネルセパレーション、つまり左右の分離感がとても優れたモデルなの。自然なサウンドステージのおかげで正確な音の方向がピンポイントで特定できるんだわ。だから競技性の高い FPS ゲームでの足音や銃声もバッチリ聞き取れるよ。ゲームにも使えるのは最近のモデルでは必須になりつつあるもんね。垂直方向の深さもあるから映画を見るときも臨場感がすごいの。音楽、ゲームに映画か。やりたいことが多すぎて高まる。ではサウンドチェックで音を確認してみましょう。ボリューム上がります。はい、サウンドチェックでした。まず D1 との比較は順当なところだと思いますが、D1 が 1DD、D2 が 2DD でドライバー構成は違うんですね。そう、それと単ジジムオーラ2が 1DD プラス 1BA で全部ドライバー構成は違うんだ。
手持ちで 2DD の1万円ぐらいのモデルがなかったんで、D2 の価格帯で最近のモデルを選んだ結果なんだ。なるほど。でも、こういう比較も棚にはいいんじゃないの？ D2 に比べ D1 の明るさが目立っていた気がするんだけど。そうだね。この帯域の差がはっきりしているからね。D2 は比べるとこの辺りを絞っているように見えるけど、実機では結構シャープで明るく感じるんだよ。10キロ過ぎでは D2 がしっかりピークを作っていて、6mm ベリリウム振動板に低域を任せることで、フルレンジの 10mm グラフェン複合振動板の帯域に少し余裕が出た結果なのかなって思う。D1 と強調するポイントを変えることで、中高域以上のニュアンスの違いは結構感じますね。ここの広い帯域も影響あるでしょ？ D1 がよりここを絞っているんで、低中域から中域がすっきりして、中高域以上がより目立つってことでいい？その通り。逆に D2 はここをあまり絞っていない分厚みを感じるね。D1 から D2 への変化をまとめると、低中域から中域に厚みを持たせた。4キロ過ぎから6キロあたりまでは D1 より絞った。その分 2DD の分担を生かし10キロ以上をより明瞭にした。という結果で 2DD の効果が分離感や定位の良さに感じられる。なるほど。じゃあオーラ2は？オーラ2はとても小ぶりなボディだけど、初代オーラより低域を強化しているんで、D1 や D2 と比べると低中域から下の違いがはっきりしてるよね。はい、小ぶりで厚みのある質感が特徴ですね。10キロ過ぎは BA の効果でしょうか。ここがしっかり出ています。やや広域がこもったように聞こえるのは収録音だからですかね。そう、D2 基準の差分だから中高域以上でブルーの波形より下にあるところはややこもり気味に聞こえる。実機ではやや低域寄りのバランスだけど、中高域以上がこもる感じではないよ。バンドルイヤーチップは3種類で、ディバイナスベルベットも重ねてみた。ベルベットはバンドル2に近いみたいだね。より広域が欲しい場合はバンドル1が良さそうだね。バンドル3はメモリーフォームで装着したけど自分の耳には全然合わなかったんで、測定結果だけで判断すると4キロあたりが持ち上がる分、ボーカル、メロディー系がより鮮明になりそうだね。その他、手持ちのイヤーチップを重ねるとこうなりました。参考にしていただければと思います。じゃあ D2 実機視聴の印象言ってみよう。低域は量感より高質感優先で他の帯域との分離がいい。個人的には量感がもう少し欲しいと思った。もう少しってどのぐらい？このぐらいね。200Hz あたりから下をローシェルフで2デシベル持ってる。あんまり盛りと広域の明瞭さにも影響が出るんで、ほどほどにした。なるほど。愛はこっちの方が好きなバランスです。もちろん私も。皆さんはお好みでどうぞ。中高域は、ボーカル、メロディー系は素直で綺麗に聴ける。視察音はちょっと感じる。D1 ほど鋭くない点が、私は好印象。明瞭感を増したければ、バンドルイヤーチップ1を使ってみてね。広域は、ハイハットの刻みやライドシンバルの細かいニュアンスがよく表現されている。10キロ以上のピークも効いていて 2DD にした意味があると思えた。広域は BA とかマイクロプレイナーのような伸び方に似てる気もした。全体的には低域をやや抑えた分、分離感、低位感に優れ、モニターライクな質感が好きな方にはハマるモデルなんじゃないかなという印象だったね。一時期ほどあまり 2DD がリリースされていないようにも思いますが、D2 は聞き応えがあってすっかり気に入ってしまいました。だよね。コスパもいいし、長く付き合えるモデルになりそうだわ。はい。ということで、コゾイの 2DD モデル D2 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。